こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は外国人関連として在留資格、数ある在留資格の中で永住権という在留資格がありますけれど、こちらの在留資格永住について解説をしていきたいと思います。この永住についてはですね、その他の在留資格については在留期限というのがありまして、その更新をしていかなければいけませんけれど、この永住権に関しましては在留期限がないということになりますので、更新手続きの煩わしさから解放される。ただ在留カードの期限はありますので、カードの更新だけを行っていくという形になります。ただですね、2024年、令和6年になりまして、技能実習法廃止、そして育成就労制度の創設に合わせて、永住権の取り消し制度を創設をするという話が出てきておりますので、永住権取ったらもうその後何もないということではなくなるかもしれないという状況になっております。今回の概要ですけれど、まずは在留資格とは何かというところ、そして在留外国人数の推移について見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をする永住権取得の要件について、また永住権、とても審査が厳しく審査期間も長いというのが特徴ではありますけれど、永住権申請における不許可の事例についてご紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まず在留資格というものについてですけれど、日本で在留資格といった場合はですね、ビザという言い方をすることが多いかと思います。ただ正式にビザというのは査証というものになりまして、こちらは旅行先の国々の在日大使館ですとか領事館が与える渡航先に入国するための事前の審査証という形になります。ただ日本は世界におけるパスポートランキング第3位、以前は1位でしたけれど3位ですので、日本人が渡航先においてこのビザ、査証を取得するということがほとんどないというのが現状かと思います。そして日本において在留資格といった場合はビザと略すことがほとんどになりますので、日本国内でビザといった場合は査証ではなく在留資格のことを意味すると思っていただければ良いと思います。そしてこの在留資格とは何かということですが、外国人がですね、日本に滞在するのに必要な資格ということで、査証は入国をするための審査証ではありますけれど、在留資格は滞在するために必要な資格ということで、では滞在どのような種類があるのかというと、働くため、労働するためですとか、結婚をしたから様々な理由があるかと思いますが、この滞在の目的に応じて約30種類ほど在留資格が存在をしているという状況になっています。そしてこの在留資格に関しましては、外国人1人につき1つという形になりますので、複数の在留資格を持つことはできないということになっております。そしてこの在留資格ですけれど、大きく就労系と身分系という形に分かれておりまして、一般的に就労系につきましては認められた活動制限があるという形、そして在留資格に期限があるという形になります。そして身分系の在留資格ですね、すべてではないですけれど、永住権のように就労制限がない、そして在留期限に制限がないものという形のものが多いという形になっております。では今日本に外国人の方はどのくらいいるのか、在留外国人数の推移について見ていきたいと思います。日本における在留外国人、2023年直近のデータでいきますと322万人という形になっておりまして、過去最高を更新という状況。2021年にはですね、新型コロナウイルス感染症の影響で270万人という形で落ち込みましたけれど、その後ですね、順調に回復をしてきているという状況。そして今現状322万人の在留外国人のうち永住権を持っている方はどのくらいいるのかといいますと、2021年で83万人、2022年で86万人、
2023年で88万人という形で、全体の在留外国人の約 27%、3割近くが永住権を取得をしているという形になっております。その他の在留資格の保有率を見てみますと、特別永住を持っている方が28万人、技術、人文、知識、国際業務と言われるものが35万人、もうそして廃止になりましたけれど、技能実習で日本に来ている方が35万人、留学に関しては30万人という形になっております。在留外国人は322万人で過去最高を更新しておりますけれど、外国人就労者についても200万人を突破をして過去最高を更新をしているという状況になっております。その中でですね、永住権とはどういった在留資格なのかということですが、永住権とは外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利という形で、永住権を取得した人は永住者と呼ばれる形になります。そして日本国民の権利とは全く同じではないというところで、日本にはずっと入れるんですけれど、ある程度権利の制限がかかってくるというところで、例えばですね、選挙権ですとか被選挙権、警察、役所などの公的な機関への就職が少し制限をされる、また土地の所有だとかパスポートの取得などにおいて一定の制限があるといった状況になっております。そしてこの永住権の取得ですね、申請をして審査を通る必要がありますけれど、永住権取得の要件としては大きく3つではあります。素行が善良であること、そして独立性系要件を満たしていること、国益適合要件を満たしていることという形で、要件としては3つシンプルではありますけれど、この要件を満たして申請をすると、標準処理期間というのが出ておりまして、約4ヶ月という形になっておりますが、実際に4ヶ月で永住権が出る方というのはほとんどいないのかなと、高度人材の方からの切り替えのケースではありえますけど、通常永住権申請をして4ヶ月で出ることはほとんどないのかなというのが個人的な感想ではあります。そしてこの永住権申請の要件ですね、もう少し詳しく見ていきますけれど、まずは素行が善良であるといったところは具体的にどういうことなのかといいますと、交通違反がないこと、入管法違反がないことなどですね、そういった法律違反がないことが大前提。また独立性権要件を満たしていることということで、自活できる状態にあることということ、そして配偶者、子どもなどがいる場合ですね、扶養されている場合はですね、世帯単位で見られるという形ですね。そして独立性系要件として自活できるといった場合の収入要件ですけれど、明確に規定をされているわけではないですけれど、おおむね収入として300万円というふうに考えられております。またその他にですね、国益の適合要件を満たしていることということで、原則日本に10年以上在留していなければいけない、そしてそのうち5年は就労をしていなければいけないといったところが基本的な要件になってくる。ただですね、高度人材の方などでそこから永住権に切り替える場合は少し優遇措置があるといった状況があります。またその他ですね、いろいろ国に害をなさないということ、そして国の義務を守っていること、いわゆる納税義務だとか、そういったところも見られるといったところになっておりますが、こういったところの永住権の取得の要件を満たした上で申請をするという形になります。そして永住権の審査はですね、非常に厳しく許可が出ない場合も結構ありますけれど、どういう場合に出ないのかというところをですね、少し事例でご紹介をしていきたいと思います。永住権の許可が出ない場合の事例ですけれど、例えばですね、年金だとか社会保険料に未納滞納がある場合だとか、日本にずっと住みたいという状況なのに海外への出張だとか海外での駐在期間が長い場合ですね。あとは過去に短期滞在ビザなどに切り替えていて10年カウントですね、居住要件10年がリセットされているといったケースも結構あります。そしてあとは収入自体が少ない場合、そして多いのがですね、留学生時代に週28時間以上働いていたという形のオーバーワークですね。こういった場合にも永住権の許可では審査が出ないケースが出てあります。また交通ルールの違反が多い場合などもですね、許可が出ないといったことになりますので、ご自身のですね、そこの状況をよく確認をしてほしいと思います。
そして最後に注意点とまとめですけれど、納税義務ですね、こちら、納税関係は期限内に完納するように心がけてください。納付を忘れていたので、後から納付をしたというのではダメという形になります。必ず期限内に納付をするというのが求められております。そしてですね、先ほど少しお話ししましたけど、特別永住というものがあります。この特別永住者というのはですね、入管特例法によって定められた在留資格を持つ外国人でありまして、在留カードというのはなくてですね、特別永住証明書というのが交付されるという形で、就労に制限はないという状況です。そしてですね、2024年、令和6年の通常国会の中で、技能実習制度の廃止、育成就労制度の創設に伴って、永住権許可の取り消し制度の創設という話が出てきました。今、現状では具体的な話は出てきておりませんけれど、今後ですね、日本国内の人手不足といったところを受けて、外国人労働者をどんどん受け入れていくというスタンスになってきましたので、その結果、永住申請が増えてくるということで、それに伴って緩めた部分を占めるということで、永住権の許可の取り消し制度の創設というのは検討されているという状況で、やはりですね、故意に税金の未納や滞納を繰り返すなどした場合は、資格の取り消し制度を創設をしていこうという議論が始まっている。ただ、未納、滞納がですね、故意かどうかの判断がなかなか難しいという状況ではありますけれど、国会の議論の中でデータが示されまして、永住者の約1割が税金の滞納、未納がある永住権取り消しの対象になりうるという形で、サンプルデータが提示されておりますけれど、そういった状況の中で、今後、永住権の取り消し許可といったところの話も進んでくるのかなというふうに思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。